それでは Python コンソールを表示する方法について説明します。今回は、パートデザインワークベンチに切り替え、Python コンソールを使用していきましょう。今、画面下に表示されているのはレポートビューですが、こちらに Python コンソールも表示していきます。メニューバーから表示を選択し、次に、パネルそして、Python コンソールを選択します。するとこのように、Python コンソールが表示されました。そして、こちらにレポートビューが表示されています。Python コンソールで、コマンドを入力すると、ここで実行することができます。例えば、プリントハローと入力し、エンターを押して実行してみましょう。すると、ここに赤字でハローの文字が表示されました。このように Python コンソールでは、直接コマンドを書き込み、実行することができます。同じコマンドを再び実行したい場合には、上矢印を押すと、前のコマンドを表示することができます。このコマンドを修正して、エラーメッセージを表示してみましょう。R を L に修正します。すると、このようにエラーメッセージが赤色で表示されます。それに対して、レポートビューはより広範な情報やイベントを表示する役割を持っています。Python コンソールでは、命令の実行、表示の機能の他に、プロパティを変更するなどすると、その変更内容などを Python の記述として表示します。次にコンソールの外枠のボタンについて説明します。こちらはオーバーレイの切り替えボタンです。これを押すと、画面下の表示より、タブの上に表示を切り替えることができます。もう一回、押してみましょう。すると画面上より下の方に切り替えることができました。レポートビューもオーバーレイを変更してみましょう。すると、このように下に変更することができます。こちらのボタンは、フローティングウィンドウの切り替えボタンです。このボタンを押すと固定画面より、フローティング画面に切り替え、ウィンドウを自由に動かすことができます。また、画面のサイズを自由に調整して見やすくすることもできます。